はい。緊急物価高対策給付金いつから全国民現金10万円給付はということで、給付金の最新情報についてお伝えさせていただきたいと思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出たら、すぐにこのように動画でお話しさせていただいています。給付金について新しい情報が出たらすぐに知りたい。あるいは給付金の新しい申請が始まったらすぐに申請してできるだけ早く給付されたい。あるいは給付金の申請始まったら確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金について新しい情報が出ましたら、すぐに動画でお話しさせていただきますので、ぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと、新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただくことができるようになります。早速いきたいと思います。この緊急物価高対策給付金というのは、まだあるかないかっていうのはもちろん決まっていませんというところがあります。ただ、この物価高対策を打ち出しますよということで、石橋首相が言っていましたので、その内容について探っていきたいと思いましたと。ただ、いろんな議員ですとか、そういった個人の見解だとやっぱりばらつきがあると思いますので、その物価高対策についてはどういったような内容か、あるいはその進捗、検討の状況かというところについては、その行政機関に聞いた方が確実だろうということで、その進捗の情報というところについて確認をしていきましたと。それについて今日まとめてお話しさせていただきたいと思います。そもそも物価高対策給付金とはというところなんですけども、物価高対策を打ち出しますよということで、石橋首相が先日明言をしましたと。で、これはそもそも何かっていうと、3月の末に今年度、新年度ですね、去年からすると、今年度の予算の成立がありましたと。そして、その直前にですね、参議院の予算委員会で石橋首相が新年度の予算案の成立後に強力な物価高対策を打ち出すというふうに明言をしていたといったようなことです。で、そこからその物価高対策として給付金もしかしたらあるんではないかというふうなことが言われているといったような状況ですと。この新年度の予算が成立して、それを受けて翌日石橋首相はこの会見を行いました。ただ、その首相の会見、石橋首相の会見の中では、この新たなこの物価高対策については、細かく新しいものが何か明言されたというものはありませんでした。ただ、この後に、7月の20日に参議院選挙がありますので、おそらくそこまでには何か出てくるとは思いますが、その内容がどういったものになるかというところが、知りたいと我々は思っていると。そして、物価高対策の給付金というものは出るのかどうかというところについて気になっているというところですね。石破内閣っていうのは非常に今支持率が低い状態になっています。発足以来最低の 31% という状況になっていて、もう散々な状況です。石橋首相のこういった商品券問題だったりとか、あるいはこの自民党の政策自体に不満だという声も多くなっていて、この支持率が低いというところだけなくて、この不支持率もめちゃくちゃ高いといったような状況になっています。石破内閣では参議院選を戦えないというふうに言っている、自民党の議員も出てきているといったような状況なので、つまり石破内閣としては何かをしなければならないというふうな状況に追い込まれています。それがこの新年度予算案の成立後に強力な物価高対策を打ち出すといった石橋首相の発言、そういった考えにつながっているといったようなことですね。そして石破首相はその中で、この食料品とか燃料の高騰、いわゆる物価高に対しては、予算に関係ない分野で対応が可能だっていうふうに言ってると。で、実は、物価高ではないんですけれども、コロナ禍にあった特別定額給付金、全国民に10万円給付した特別定額給付金っていうのは、あれは補正予算で決まりました。この本予算の中ではなくて、安倍総理大臣、当時、安倍首相だったんで、その安倍首相が補正予算の中で、4月中に閣議決定をして、そして5月から給付といったような形になりました。
その全国民10万円給付をした特別定額給付金は、そのように補正予算で決まったというところもあります。それを、念頭に置いて、この石破首相は、食料品燃料の高騰に対して、いわゆる物価高に対しては、予算に関係ない分野で対応可能。つまり補正予算でそういったものを打ち出すことができますということを言っているということですね。ただ、この4月1日の首相の会見というところでは、この物価高対策ということについて、具体的にそれまで出てきたもの以外に何が出てきたっていうのはありませんでしたので、今後何か打ち出してくるという可能性が高いんじゃないかなというふうに思われていると。そこで全国民10万円給付。コロナ禍にあったような全国民10万円給付ないかなということで、考えられているということですね。で、この全国民10万円給付っていうのも先ほど言ったようにこの補正予算の中で決まってきたということですけれども、国民がやっぱり一番求めているというものでもあります。アンケートを何回か取らせていただいたんですけども、その中でもやっぱり全国民10万円給付やってくれっていう声が圧倒的に上っているということです。国民の支持率を、国民からの支持率を上げて参議院選挙に臨むということをもし石破首相が考えているんであれば、なかなか方法は限られていて、もしかしたらこの全国民10万円給付金やるしかない可能性もあるんじゃないかなというふうに思っています。この石破首相がどういったような考えをしているかということについて、実はおとといの読売新聞の中で、少し出ていました。これは一つ前の動画でもお話しさせていただいたんですけども、やっぱりこの参議院選の、支持率を上げるためにですね、何かやっていかなきゃいけないというふうには考えていますというところだと思います。石破内閣の支持率が低迷する中で、政府内では1回限りの所得税などの定額減税や給付金支給の案も浮上していると。ただ、2024年に定額減税を実施した岸田内閣では、支持率の回復につながっておらず、財務省幹部はばらまきや国民に見透かされるだけだと指摘するというふうに言っているということですね。で、ちょっとこれもしかしたら国民の感覚とは違うのかなっていうのは、財務省幹部はばらまきや国民に見透かされるだけだと指摘するというふうに言っていると。この2024年に定額減税、去年実施した定額減税、岸田さんがやった定額減税では支持率の回復につながってないから、ばらまきが見透かされたっていうふうに思ってるというふうな記事なんですけども、はっきり言ってそんなことなくて、定額減税は実感がないっていうだけなんですよね。この、例えば、お父様、お母様、お子様2人いるような4人のこの家庭だと、16万円の減税になったわけですけれども、それの実感がないっていうところが一番の原因だったんじゃないかな。岸田首相の支持率が回復しなかったというところじゃないかなと思います。同じ、例えば16万円、一つの家庭で16万円だったら、1人4万円なわけですから、1人4万円給付っていうふうにした方が、もしかしたら同じ予算だとしても、その方が実感があったんじゃないかなと。つまり、その減税が響かなかった給付金が見透かされたというふうなことではなくて、国民の求めているものをやらなかったというだけで、この石破首相が全国民10万円給付のようなものをやれば、国民はそれを望んでいるわけですから、支持率が上がるということも考えられるというふうに思います。いずれにしても、この政府内に支持率回復のために給付案も浮上ということで、先ほどお読みした4月2日の読売新聞が報道しましたと。マジでということで、その内容について確認していきたいと思いましたので、早速電話して問い合わせをしましたと。で、まず、この、報道した読売新聞に問い合わせをさせていただいたところ、記事の詳細の内容については、お答えしていませんと。で、それぞれ、この記事の中でですね、記者の名前が書いてあったりするんですけども、その記者の SNS とかもなかったんで、なかなかちょっと詳しくその、政府っていうのはどういうところが言ってるのかっていうことで確認をすることはできませんでしたと。なるほどと。で、じゃあ次は、この行政機関に聞いてみようっていうことで、内閣官房、内閣総務官室っていうふうなところがあるんですけども、ここに電話させていただいて、こういった、報道がありました。政府内では、この給付金案っていうのも浮上しているようですけども、そういったものについての何か準備が進んでいたりとか、あるいはそういった動きについて検討されている、そういうものはあるでしょうか。配布についての動きを検討されているとか、そういうものはあるでしょうか。こちらは行政機関なのでそういった情報は入っていませんというふうな話でした。なるほどと。じゃあ、特別定額給付金、全国民10万円給付した特別定額給付金の、その時はですね、行政機関というか、政府が決めて、総務省が実際に配布について手配をしていったというところがありましたんで、
総務省の地域政策課というところに問い合わせてみましたと。あ、そうですかと。で、こういった石橋首相が、こういった物価高対策を打ち出しますというふうなことを言ってますけれども、そういったことについて読売新聞の中でもこういった給付金案が浮上しているっていうふうなことを言ってますと。政府内に給付金案も浮上ということを言ってるんで、この総務省の方でそういった給付金の配布についてももしかしたら検討されてたりとか、その動きについて準備が進んでいるとかそういうことありますかっていうことで聞かせていただいたところ、報道されているもの以外何もちょっと動きはありませんと。で、もしそういった給付金が決まってくるっていう具体的なことが決まってくるってことがあれば何かあるかもしれませんがっていうふうなお話で、ちょっとここでは分かりませんでしたということですね。なるほどと。じゃあ、ちょっと行政機関としては今のところまだ動きがないっていうところと、あとその読売新聞についてもその出所ちょっと確認できないっていうのがありましたので、じゃあ与党ですよね。公明党とか自民党に聞いて、どういったようなことで検討されているかっていうことについて、聞いてみようと思いましたと。で、この繰り返しですけど、この全国民10万円給付、特別定額給付金の1回目っていうのは、この公明党が自民党を突き上げて、10万円給付やりましょうよっていうことを提案して、そして実現したっていうふうなきっかけになったのもありますと。で、国民の世論調査でも国民が10万円給付やった方がいいっていうふうなことをたくさん言ったっていうこともあって、結局10万円給付になったところもあるので、公明党の動きっていうのもめちゃくちゃ重要ですと。なので公明党の本部に電話して聞いてみたところ、今のところちょっとそういう話はないですと。こういった政府内に給付金案が浮上ってありますけれども、公明党から何かそういった自民党に提案しているとか、そういうことありますでしょうか。いや、そういう話は今のところないですっていうふうなお話でしたと。なるほどと。じゃあ自民党本部にちょっと直接聞いてみようということで、自民党本部に連絡して聞いたところ、同じようにこの政府内に給付金案も浮上しているっていうことで、報道がありましたけれども、実際自民党の方でどういった動きありますかって聞いたところ、ちょっと不確かなことは言えないんですけども、参議院選挙に向けて何らかの物価高対策が出る可能性もあると。それはもしかして給付金もですかっていうふうに聞いたところ、そういったものを含めて、可能性はあるんじゃないかなっていうふうなお話です。当然この確実な情報ではないんですけれども、そういったものが出る可能性はあると思いますっていうふうな、ちょっと前向きな発言だったんで、もしかしたらこの給付金の案っていうのは、全くないっていうわけではなくて、本当にこの参議院でボロボロになってしまう可能性があるんで、その7月20日参議院選挙に向けて石破首相が本当にこの強力な物価高対策。物価高対策で食料品、燃料の高騰に対応するような強力な物価高対策を打ち出すということなので、もしかしたら本当に給付金ある可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、いずれにしてもこういった行政機関っていうのは、この閣議決定する、いわゆる、政府、与党とかの方で、閣議決定しないと実際に動いていくっていうところはありませんので、またそういった閣議決定したりとか、あるいは新しい情報っていうのが出たら、またちょっとすぐに動画で解説させていただきたいというふうに思ってます。いずれにしても、この緊急物価高対策の給付金っていうのは、あるかないかって当然今決まってないんですけれども、石破首相は非常に支持率が低くて追い込まれているという状況の中で、政府の中ではこの支持率回復のために給付金案も浮上しているということはおそらくあるんじゃないかなというふうに思ってます。そのように読売新聞も報道されてますと。その動きについて本当に今後注目なんですが、今のところまだ行政機関は動いているっていうことはありませんので、まだ具体的にはなってないと。ただ、本当に繰り返しですけれども、この参議院選挙に向けて石破首相が本当に国民が支持するようなことをしない限り、石破内閣の支持率過去最低という状況なので、本当にボロボロになってしまう可能性もありますと。そういった形で、今までこの自民党ではなくて、野党からいろんな減税だったりとかそういった案が出て、それを自民党としてはやるかやらないかっていうふうに旗振りをするっていうことで、自民党の支持率が上がる、自民党が評価されるってことはほとんどありませんでした。自民党がもし本当にこの参議院選挙に向けて国民の支持を少しでも取り付けたいというふうに思うんであれば、自民党自身からもしかしたら今まで野党とも協議してない給付金の案というのが出てくる可能性もありますと。そうなれば強力な物価高対策。確かに自民党の中から国民に現金を給付するというふうなことについての案が上がれば、国民としてももしかしたら支持をして、自民党としても少しは議席を保てるということになるんじゃないかということを
まとめさせていただきました。緊急物価高対策給付金いつからということで、国民に対して現金給付可能性というところについて行政機関に確認させていただいたり、与党に確認させていただきましたので、その独自の取材についてお伝えをさせていただきました。で、毎回この給付金に関しての動画出させていただくと、本当にたくさんの方にご覧になっていただいてます。いつもたくさんご覧になっていただきまして本当にありがとうございます。で、給付金に関して新しい、こういったお話させていただくと、そういったものに対していつもコメント欄で、いろんなご意見いただいてます。で、毎回何万回か、動画を再生していただいているってことは、たまたま見ていただいている政治家の方も、おそらく何十人かはいらっしゃると思うんで、その何十人かの方に、我々一般的な国民がどんなことを考えているかっていうことはぜひ伝えたいなというふうに思ってます。なので、ぜひこのコメント欄に、こういった給付金に関して賛成反対の一言だけでも構いません。あるいは、こういった給付金望んでいるということをぜひ、お書きいただければなというふうに思ってます。そういった我々の思っていることが全部は叶うとは限らないんですけれども、ただ我々一般的な国民がどんなことを思っているかということはぜひ政治家の方にも伝えたいなというふうに思ってますので、ぜひ、一言でもいいので、ご意見入れていただければなというふうに思ってます。それから今日この動画をご覧になっていただいている方、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出たらすぐに知りたい。あるいは給付金の申請始まったらできるだけ早く申請してできるだけ早く給付されたい。あるいは給付金の申請始まったら確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますので、ぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと、新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただくことができるようになります。今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。この読売新聞の中で報道された政府の中で給付金という案も浮上しているということについて行政機関に確認させていただきましたので、それについてお話をさせていただきました。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。この後週末土曜日曜になりますけれども、また新しい情報がありましたら土曜日曜関係なくお伝えさせていただきたいというふうに思ってますので、ぜひまた注目していただければと思います。ありがとうございました。